私たちが知っている地球の姿はほんの一部に過ぎないのかもしれません。上空から見下ろして初めて気づく地球が仕掛けた壮大ないたずら。 Google Earth で行く世界の奇妙な不思議スポット6選をご案内します。謎の巨大サークルから宇宙人を笑わせる巨大アートまで、大人の知的好奇心を満たす空の旅へ、いざ出発しましょう。まず最初に訪れるのはアフリカ南東部にあるモザンビーク。見渡す限りの平原に突如として異様な形をした岩山が姿を現します。垂直に切り立った高さ約700メートルの絶壁。周囲から完全に孤立したその頂上には手つかずの広大な森が広がっていました。実は2012年まで地元の人でさえ誰も足を踏み入れたことがない未踏の地だったんです。この世紀の発見をもたらしたのは探検家ではなく、イギリスの研究者がパソコンで Google Earth を眺めていて、周囲と違う深い緑の森を偶然発見。発見後、研究者チームは決死のロッククライミングでこの未踏の頂へ到達。そこは新種の動植物の暮らすまさに天空の楽園でした。しかしこの外界から隔絶された森であるはずのないものを発見してしまいます。なんと古い壺がいくつも転がっていたんです。高さ700メートルの垂直の壁。一体誰がどうやってこの壺を運んだのか。皆さん、誰の仕業だと思いますか？続いてはアフリカ大陸の北西部、灼熱のサハラ砂漠のど真ん中へ向かいましょう。アフリカ、モーリタニア。砂漠の中に突如現れる直径約50キロの巨大なミステリーサークル。あまりの大きさから宇宙飛行士の目印にもなっているサハラの目。一体誰がこんな巨大な円を描いたのか。長年巨大隕石の衝突跡や失われた帝国アトランティスの跡など、数々の都市伝説がささやかれてきました。しかし科学者たちの調査であっさり判明。隕石の成分ゼロです。ただの地盤の隆起と風化ですね。いや、夢を壊さないで。地質学的にはリシャット構造と呼ぶそうですが、いや、あえて巨大な宇宙船の着陸跡説を支持することにします。続いてはトルクメニスタンのカラクム砂漠。荒野のど真ん中に赤く燃え盛る異様な光景が現れます。直径約70メートルの巨大なクレーター。実はこれ自然現象ではなく、半世紀前の採掘ミスで陥没した穴なんです。有毒ガスを防ぐため、数週間で燃え尽きるだろうと火をつけた結果、50年以上経っても消えません。大統領から何度も消火命令が出ているのになぜ消せないのか。実はここ、世界中から観光客が押し寄せる超大人気スポットになっちゃったんです。夜間、赤い輝きが浮かび上がる炎の光線を見るナイトキャンプをする人たちが続出。もしかして貴重な観光収入のためにわざと放置してる？地獄より恐ろしい人間の欲。大統領、直ちに消してください。お次は南米チリ。世界で最も降水量が少ないと言われるアタカマ砂漠に古代ロマンが眠っています。それがこちら。神秘的というより何とも言えない下手馬な落書き感が漂っていませんか？ちょっと気の抜けたロボットのような姿ですが、実は全長119メートル。人間型の地上絵としては世界最大なんです。ナスカの地上絵よりもでかいのに、この出落ち感。カレンダーの役割だとか神様だとか諸説ありますが、頭には完全にアンテナがついていますよね。もしこれが宇宙人へのメッセージだとしたら、絶対に上空の宇宙人を笑わせるための壮大な仕掛けに違いありません。続いては南米大陸から北米大陸に飛びましょう。カナダ・アルバータ州の広大な原野。そこには大地が記憶する先住民の顔が刻まれています。自然の侵食が偶然生み出したネイティブアメリカンの精悍な横顔。まるで
この土地を見守る精霊のようです。さらに別の場所からは、怒りや悲しみをたたえたような鋭い表情も浮かび上がります。過酷な時代を生き抜いた先住民たちの魂が今もこの大陸に宿っているかのようです。こちらの少し古い画像をご覧ください。完全にイヤホンで音楽聴いてますよね。実はこのコードの線、人工的に作られた石油パイプラインでした。現在は撤去され、最新のコードレスイヤホンへと見事に進化を遂げています。世界の不思議スポットを巡る旅、最後は私たちの国、日本です。日本にミステリーサークルはないのかですって？実はあるんです。宮崎県の緑豊かな山の中、ごく普通の美しい杉林が広がっているように見えますが、上空から覗いてみると、見事なまでに美しい巨大な同心円状のサークルが浮かび上がります。UFO の着陸跡かと期待してしまいますが都市伝説は一切ありません。実はこれ、杉の植え方の密度によって成長にどんな違いが出るかを調べるための真面目な試験林なんです。宇宙のロマンより日本の林業の知恵と緻密な計算が生んだ奇跡のグリーンアート。とても美しいので皆さんもぜひ Google Earth で探してみてくださいね。Google Earth で行く世界の不思議スポットいかがでしたか？謎が解明されたものから未だに解けないミステリーまで、地球は本当に驚きに満ちています。第1章で登場した天空の森で見つかった謎の壺、一体誰が運んだのか、皆さんの名推理をぜひコメント欄で教えてくださいね。あたかまの巨人の感想もお待ちしています。カッツエクスプローラーでは日本人が知らない世界をテーマに上質な情報をお届けしていきます。チャンネル登録、コメント、共有、高評価していただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。